こんにちは。じゃあ、ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、介護技術を向上させる3つの方法ということで、かなり基本的なところにはなってくるかなと思うんですけど、僕たち介護技術中心に、動画配信してますので、その介護技術をね向上させるにはどうしたらいいのか3つのね方法を簡単に基本的なところを説明したいなと思います。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では実際にね、仕事が好きなのに職場の人間関係が良くなくて辛い。僕は技術が学べない環境でスキルアップができません。今の職場に悩んでいる方は介護ワーカーさんで職場を変えてみませんか？介護ワーカーさんならあなたのお悩みに答えてくれたり、待遇のいい求人を紹介してくれます。職場に悩んでいる方は概要欄をチェックしてみてください。では実際にね、今日は実技ではなく座学って形で紹介したいなと思うんですけど、3つなんで、まず早速いきましょう。1つ目、何だと思いますか？早速って言いましたけど。何だと思いますか？はい、鈴木さん。じゃあ、これはね、正解が、はい、これが正しいか分かんないですよ。僕が考える、ヤシの木が考える3つの方法ということで、技術を向上させるんですよね。はい。シンプルに勉強する。そうですね。それはもう間違いなくそうだと思います。ごめんなさい、はい、ここからは走り書きなので字が汚いのはご容赦ください。勉強するですね。はい。いろんなね研修セミナー、コロナもね落ち着いて、再開しているところも多いのかなと思うので、そういうところにしっかり参加していって、技術を身につけていく、勉強していくってことですね。でこの YouTube 僕たちヤシの木チャンネルでも介護技術を中心に動画配信してますので、ぜひね見ていただけたら、少しでも、参考になったり技術の向上につながるのかなと思いますので、そこはぜひ見ていただきたいです。はい。と勉強するに付随してなんですけど、復習もなんですけど、その復習をじゃあどうやってしますか？セミナーに参加して、はい、僕たちの動画を見ました、はい、だけじゃなくて、はい、実際に現場で試してみる。そうです。実際に現場でいきなり試す前に、はい、練習ですね。はい、スタッフでですね、スタッフ同士で練習をする、もしくは家族さんで練習をさせていただくってことですね。でいざ実際に、利用者さんに、試すのであれば、本当に安全の準備というか、もう健常者であれば絶対にできるよって、僕たちも YouTube の動画の中で、健常者でやってますけど、やっぱそこが基本なんで、それができないと応用って効かないので、必ずそこはやってほしいなと思います。はい。山田さんどう思いますか？練習ですね。1、2練習、2練習。あとはやっぱ僕は思うのは、シミュレーションをちょっと頭の中でしてもらう方がいいですかね。いきなりこの人どうぞっていうのはなかなかないと思うので、ちょっと見学とか、この人来週からちょっとやってみようかって最初になると思うので、その方の情報とかもそうですし、動きとかもある程度見させて最初もらってから、実際に次やりましょうってなる前に練習をしていただいて、頭の中でシミュレーションしていただいて、本番に挑んでいただく。そうですね。っていうのがいいのかなとは。はい。練習の相手役の方には、肩麻痺やったら肩麻痺のふりをしてもらうとかね、そういう練習が非常に効果的なんじゃないかなと思います。はい。はい。じゃあ2つ目、鈴木さん何だと思いますか？2つ目。はい。勉強すると一緒かもしれないですけど、先輩に教えてもらう。そこはもうここですね。やっぱり勉強するですね。はい。今山田君からちらっと出ましたけど、情報をしっかり取るってことですね。はい。今ね山田君が言ったように情報収集するってことで、実際の利用者さんがどういう疾患をお持ちなのか、疾患カルテになくても、例えば情報で右足が痛いとか右手が痛いとか、そういったことをしっかりね聞き取れてるかとか、そういう情報収集ですね。先輩に聞いてもいいし、カルテ見てもいいし、その人を実際観察するでもいいので、とにかく情報を集めるとリスク管理できるのかなと思います。はい、これはね、また情報収集はもちろんカルテとかは当たり前だと思うんですけど、その人のその日の状態、例えば今日は膝が痛いとか、腰が痛いとか、何かしら結構ある方が多いので、実際にさせてもらうときに今日調子どうですか、痛いとこないですかっていう確認は絶対していただきたいなっていうのは、はい、思います。
そうですね、はい、まあ、そこができてないとやっぱりリスク管理につながらないところです、はい、まあ、でもそれは介護職においてなんですけど、ご家族の方であってもその日のね調子、まあ、気分が悪くないかとか、まあ、熱があるかないかとかも含めて、まあ、情報収集していただけたらなと思います、はい、じゃあ3つ目、今また山田君がちらっと言いましたけど、はい、ちらっと言いました、はい、僕でも今思ったのは、うん、勉強すると情報収集するとかぶっちゃうんですけど、うん、疾患とかそういうのを覚えるっていうの大事なのかな、特徴とかを。確かにね、まあだから勉強するってその介護技術の勉強だけじゃなくて、肩麻痺ってどんなものなのかとか、はい、パーキンソンってどんなものなのかとか、はい、そういう勉強をするとかね、確かにそれもすごい大事ですね。まあでもそれはここですね。はい、はい、じゃあ3番目は今ね言ってたみたいにコミュニケーションですね。利用者さんとしっかりコミュニケーションを取る、まあ、介護現場であれば、スタッフ間でのコミュニケーションを取るっていうことで、まあ、それが情報収集にもつながるんですけど、それと別でコミュニケーションっていうのは利用者さんとの信頼関係ってところで、やっぱりコミュニケーションうまく取れないと、この人に介助されて介護されて大丈夫なのかなっていう不安を抱いてしまうので、そうなってしまうとやっぱり拒否につながったり、変なところに力が入ってしまったりしてうまく介助ができなかったりするので、まあ本当にここは非常に大事なところかなと思います。じゃあ山田君、ここどうですか？まあ、こことここすごく似てるんですけども、コミュニケーションを取りながら情報を収集することで、その日の状態によって介助の量をちょっと加減したり増やしたりすることがあると思うんですね。やっぱこうしんどいなっていう時はいつもより介助量を多めにしないと転倒のリスクや事故のリスクが上がるので、こことここは非常に大事かなと思うので、しっかり取っていただけたらいいかなと。そうですね、はい、まずね、だから準備として勉強する、で現場にいざ立つ前に情報収集取りながらコミュニケーションを図りながら、まあ、信頼関係を獲得して実際にここでようやくね、実際にやるってことですね、はい、実際にやるってことです。はい、なのでやっぱこういう流れ大事かなと思いますので、まあ、いざね介護に立つ前の事前準備として非常に大事になってくるかなと思います。まあ、それが介護技術を向上させる、まあ、3つの消しましたけど3つの方法ということで、まあ、紹介させていただきました。はい、では山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、ワンポイントアドバイスなんですけども、はい、ここに書いた3つのことは大きくして3つなんですけども、この他にもすごくいっぱいあると思います。現場によっては利用者さんだけではなくてスタッフの方とのコミュニケーション、情報収集をすごくするとか、多分施設によって決められたこの確認項目とかが多分いろいろあると思うので、情報っていうのはあればあるほどいいので、できるだけ取っていただいてから実際こう介護に挑むっていうところに行っていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ鈴木さん、はい、感想というか、はい、お願いします。コミュニケーションのところで質問じゃないんですけど、はい、まあ、コミュニケーションといっても利用者さん、まあ、介護を受ける方いろんな方いると思うんですけど、こう円滑にするためとか入り口のところで何か気にすることとかコツみたいなのってありますか？まあ、僕個人的には距離感ですかね。やっぱり患者さんに近すぎるのも、まあ、あんまりよろしくなかったりっていうのは思うところやし、もちろん遠すぎるのは良くないので、まあ、絶妙な距離感っていうのが非常に大事かなと思います。でもそれを取るにもやっぱりコミュニケーションなんですよね。その人のキャラを見るとか空気を読む力になってくるのかなと思うので、僕個人としてはそこはすごい意識しているところです。はい、山田さんは？そうです、まあ、目線を上げないとか下げるか合わせるかさせていただくのと、まあ、言葉遣いかなっていうところが思うんですけども、あと一つだけコミュニケーションもですね取れない方も中には多分いてると思うので、そういう時は本当にスタッフ間の情報共有とかがすごく大事になってくるのかなと思います。でも本当に言葉がね話せない方に対して接しにくさってどうしても出てしまうんですけど、そこは本当にねその質問の仕方、オープンクエスチョン、クローズクエスチョンってあると思うんですけど、そこをうまく利用しながらうまくねコミュニケーションを取っていただきたいなと思います。はい、はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからもこういった形で介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。